こんにちは、あずまです。今日は間違えやすい文法について説明します。たらとばの違いについて勉強しましょう。たらとばはどちらも if を表す文型ですが、使い方には少し違いがあります。まず、たらの使い方です。たらはこんな時に使います。たくさんお金があったら何をしますか？世界旅行をします。たらは、もし1が起きたら2が起きる、または2の行動をするという意味です。そしてこの文型は、もし1が成立したらどうするか、つまり2に焦点があります。実際の会話では、1が実現したらどうするか質問するときなどによく使います。例えば、たくさんお金があったら何をしますか？世界旅行をします。次に、ばの使い方の例です。ばはこんな時によく使います。桜が見たいです。4月に日本に行けば見られますよ。ばもたらと同じで、もし1が起きたら2が起きるという意味です。ただ、この文型は2を達成するために必要なことは何か、つまり1に焦点があります。実際の会話では2を達成したい人がそのために必要な条件について話すときなどに使われます。例えば、桜が見たいです。4月に日本に行けば見られますよ。では、質問と答えを作ってください。週末、天気が良かったら何をしますか？週末、天気が良かったら何をしますか？山に登ります。もっと日本語が上手になりたいです。日本人とたくさん話せば上手になりますよ。日本人とたくさん話せば上手になりますよ。咳がひどいです。薬を飲めば治りますよ。薬を飲めば治りますよ。次は質問の答えを考えてください。1ヶ月休みがあったら何をしますか？ 1 ヶ月休みがあったら何をしますか？答えの例です。世界旅行をします。日本に留学します。次はアドバイスを言ってください。もっと英語が上手になりたいです。もっと英語が上手になりたいです。答えの例です。
海外に留学すれば上手になりますよ。英語で映画を見れば上手になりますよ。最後にまとめです。たらとばはどちらも if を表す文型で、もし1だったら2が起きる、2をするという意味です。たらはもし1が成立したらどうするか、つまり2に焦点があります。お金があったら世界旅行をします。ばは2を達成するために何が必要か、つまり1に焦点があります。薬を飲めば治りますよ。わかりましたか？何度も見て練習してみてください。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。